で巾着を編んでみました。棒針編み初心者の方にもわかりやすいようにゆっくり説明していきますので、一緒にやってみましょう。試作品で作ったこの巾着はダイソーさんのフラッフィーで編みました。一玉でこのぐらい余りますね。フラッフィーまたはお好きな糸で編んでみてください。糸を選ぶ際に並太程度の単色の糸がいいかなと思います。棒針または輪針を用意します。フラッフィーの場合は棒針8号ですね。お使いになる糸のラベルに書いてある推奨の号数を見て判断してください。巾着の紐を編むときはかい針を使用します。その他ハサミととじ針です。ビーズは5ミリ程度の小さめのものを24個、8ミリ程度の大きめのものを2個用意します。縫い付ける糸と針も用意します。では作り目をしていきます。作りたい幅の3倍のところを手に持ちます。今回作る巾着はだいたい横幅が15、6センチぐらいですので、50センチ弱ぐらいのところを手に持ちます。そして右側が糸端、左側が糸玉側になっています。これをこのように輪にして、輪の中に指を入れて糸を引き出して引き締めます。ではこの輪の中に2本揃えた棒針を差し入れて糸を引き締めます。これで準備ができました。もう一つのやり方をやってみます。親指に糸端側、人差し指に糸玉側、糸をかけます。棒針で上から押さえて下の糸をすくいます。上の糸を右からかけて輪をくぐらせて糸を引き締めます。やりやすい方法でやってみてください。今針に1目かかっていますので、あと29目、全部で30目目を作ります。親指側の糸をすくって、人差し指側の糸を輪の中から引き出して引き締めます。親指側の糸をすくって、人差し指側の糸を輪の中に入れて引き締めます。親指側の糸をすくって、人差し指側の糸を輪の中に入れて引き締めます。これを繰り返して全部で30目目を作ります。30目できたら針を1本抜いておきます。ここからは編み図を使って説明していきます。編み図が読める方は編み図を見て編み進めてください。初心者の方はゆっくり一段ずつ説明していきますので、一緒にやっていきましょう。編み図は表から見た時にどのような目になっているかというのを記号で表しています。ですから、例えば2段目は裏側から裏編みの手の動きをしますが、表から見た時には表目になるので、編み図では表目の記号、今回は空白ですね、になっているということを念頭に置いてやっていきます。まずは記号の説明をしていきます。縦の棒は表目の記号になります。横の棒は裏目の記号になります。今回の編み図では縦の棒の代わりに空白で表目を表しています。今回の編み図では横棒裏目の記号は出てきません。そしてこちらの記号が右上一目交差。右の上になる目が実線で書いてあります。下になる目は切れ目が入っていますね。左上一目交差。左の目が実線で書いてあります。下になる目は切れ目が入っています。丸印は掛け目です。この記号は左上2目一度の記号になります。黒の楕円は
伏せ止めの記号です。これは作り目をしたものですが、日本の編み図の場合は作り目を1段目としてカウントします。海外のパターンなどは作り目は1段目とカウントしない、そういうパターンが多いようです。少し頭に置いておいてもらうといいかなと思います。ではこれは1段目ですので、次は2段目。裏側から裏編みの手の動きをして編んでいきます。作り目がかかっている針を左手に持ちます。糸は人差し指にかけてあります。右手に空いている針を持ちます。まずは裏編みの手の動きをしていきますので、この糸は手前に持ってきます。右側から針を入れて、糸をかけて引き出します。針から糸を外して、1目編めました。右側から針を入れて、糸をかけて引き出します。針から目を外します。2目編めました。この時に中指で目を少し押さえると、ここが安定して編みやすくなると思います。針を入れて糸をかけて引き出します。針を入れて糸をかけて引き出します。針を入れて糸をかけて引き出します。ではこれで残り編み進めていきます。2段目が編めました。では続けて3段目、4段目とやっていきます。3段目は表側から表目の編み方をしていきます。では表編みの手の動きをやってみます。この糸は後ろ側に置いておきます。この糸の左側から右へ針を出して、後ろの糸を引き出します。左から右へ針を出して後ろの糸を引き出します。これを繰り返していきますね。これ間違えて、例えばこの後ろ側で編んでしまうと、これは目がねじれてしまうので、目がねじれないように気をつけて編んでいきます。ここが開いているのが正しい状態です。ではこれで編み進めていきます。3段目が編めました。ではこれを裏返して、今度は裏編みをしていきます。右側から左へ針を入れて、糸を引っ掛けて引き出しますね。裏編みを端まで編んでいきます。4段目が編めました。今4段まで編みましたので、5段目、6段目とまた同じように編み進めます。6段目まで編んできました。これがいわゆるメリヤス編みという編み方になります。次ですね、7段目と9段目で1目交差の編み方が出てきます。ではここはゆっくりやってみます。ではまずは表編みを8目編みます。表編み8目編んだら、次のこの目とこの目は順番を入れ替えます。右側の目を外して手前に持ちます。そして次の目を針から外して順番を入れ替えます。左の針に戻します。表編みをします。これで右上交差ができました。ではもう一つのやり方をやってみます。
2つある目の後ろの目、これを後ろ側で表編みします。そして最初の目、これを普通に表編みします。これも同じように右上交差になります。やりやすい方でやってみてください。次は左上交差です。これも目の順番を入れ替えます。左上交差なので、この目が上になるようにしたいので、これは後ろ側で持っておきます。そして、この目を移動して、左の目に戻します。これで順番が入れ替わりました。では、このまま表編みをします。左上交差になりました。もう一つのやり方をやってみます。今度はこの目を手前から先に表編みをして、次にこちらの目を表編みします。これも左上交差になります。やりやすい方法でやってみてください。では次は表編み6目編みます。ここで右上交差します。順番を入れ替えますね。次は左上交差です。ここも順番を入れ替えます。はい。右上交差と左上交差ができました。では残り8目は表編みをします。7段目が編めました。8段目は裏側から裏編みをしていきます。8段目裏編み編めました。では9段目をやっていきます。まずは表編みを8目編みます。そしてここでまた交差編みを行います。今度は先に左上交差になります。目を入れ替えますね。後ろへ置いておいて、順番を入れ替えます。表編みします。左上交差ができました。そして今度こちらは右上交差になります。手前に持って目の順番を入れ替えます。表編みをします。これでここがX のような形になりますね。では表編み6目です。ここも同じようにやっていきます。左上交差になります。後ろ側に置いておいて、目を順番を入れ替えます。表編みをします。次は右上交差になりますので、
手前に持っておいて順番を入れ替えます。表編みをします。X のような形になりました。では残り8目表編みをします。9段目が編めました。9段まで編みましたので、次は10、11、12ですね。裏側から裏編み、表側から表編み、裏側から裏編みと3段編んでしまいます。12段まで編んだところです。12段まで編みましたので、13段以降、掛け目の手前の38段まで編み進めます。交差編みの位置に気をつけて編んでいってください。38段まで編みました。次は39段目です。掛け目と2目一度して、巾着の紐を通す穴を開けていきます。では、表編み2目編みます。次は掛け目をして、この2つの目を左上2目一度します。次は表編みをします。掛け目をして、左上2目一度をします。表編みをして、掛け目をして、左上2目一度です。ではこれを繰り返していきます。花が1、2、3、4、5、6、7、8、9個開いています。最後は2目残っていますので、表編みを2目編みます。次は裏編みをしていきます。ではこの後2段表編みと裏編みで進めます。42段まで編みました。最後は伏せ止めをしていきます。まず表編みをします。次も表編みをします。右側の目を左側の目にかぶせます。表編みをします。右側の目を左側の目にかぶせます。表編みをします。右側の目を左側の目にかぶせます。これを繰り返していきます。伏せ止めができました。少し糸を引き出してカットしておきます。一旦スチームアイロンを当てて形を整えました。では、下側に糸をつけてもう一度同じように編んでいきますね。では、ここに針を入れて糸を引き出します。次はここに針を入れて糸を引き出します。次はここに針を入れて糸を引き出します。次はここですね。糸を引き出します。ではこのようにして30目を拾っていきます。
30目拾うことができました。これが1段目になります。では先ほどと同じものをこちら側にもう一度編んでいきます。編み図を確認しながら編み進めてみてください。底の部分からこちら側にも同じようにもう1枚編みました。今巾着の底がつながっている状態です。ではこの段階でビーズを X の形の中心に縫い付けていきます。ではこの要領で全てビーズを縫い付けていきます。両面ビーズを縫い付けることができました。ではこの両サイドをすくいとじをしていきます。ではまずこの底の部分裏返して少しラインが出ていますが、ここに糸を絡めて準備します。ではこれを半分に折って編み地を突き合わせる形にします。まず右の編み地の端の目の隣、ここに横糸があります。これをすくいます。次は左の編み地の端の目の隣の横糸、これをすくいます。次は右の編み地の横糸です。左の編み地の横糸をすくいます。左右交互に横糸をすくっていきます。ある程度すくったら糸をゆっくりと引きます。ここが綺麗に閉じていきます。ではこれを一番上までやっていきます。一番上まで閉じることができました。ではこちらをこんな風にして最後裏側の縫い目のところに糸始末しておきます。この糸も一緒に糸始末しておきます。では反対側も同じようにすくいとじをします。はい、両側すくいとじができました。では裏返して残っている糸端を糸始末しておきます。巾着の本体ができました。次は紐をスレッドコードの編み方で編んでいきます。ではかぎ針を使って編んでいきます。作りたい長さの3倍ぐらいのところを手に持ちます。今回60センチほどの長さの紐を作るので、
180センチぐらい引き出したところを手に持ちます。ではここで作り目をして、鎖編み1目編んで、手前から糸を針にかけます。後ろの糸を引き抜きます。手前から針に糸をかけて、後ろの糸を引き抜きます。手前から針に糸をかけて、後ろの糸を引き抜きます。これを繰り返して、私は100目編みました。お好きな長さまで編んでいきます。60センチぐらい編めましたので、最後は鎖1目編んで糸をカットします。では糸端は紐の中に隠しておきます。ではもう一本同じものを作ります。穴を開けた部分に紐を通しました。では最後に紐の先端にパールを縫い付けます。両側縫い付けました。これで完成となります。